当店の特徴が国産羊一頭買いしてまして、全部の部位出せるようにしているので、はい。で今日届いている羊は宮城県南三陸町産のわかめ羊というブランド羊になります。でその名前の通りわかめ食べて育った羊でして、でわかめ与えてる分やっぱりこうミネラルが入るんで、だから味が濃くなる。羊のうまみ成分であるイノシン酸が6倍近くなったっていうデータも取れてるくらいの羊っていう特徴があります。今日使う包丁は、流れとしてまず解体するんで、杉本さんのところの骨付き包丁、これでまず脱骨骨外して部位ごとにばらしていく作業をまずやるって形になりますね。はい、ブロックにしたお肉ちょっと掃除して、柵取り、これ蒲田の24センチの筋引き包丁なんですけど、小回り利くんでこのサイズで柵取りの作業にしていく。あとはスライスする時なんかも細かい部位、あと柔らかい部位とか羊ちっちゃいんでちょっとちっちゃい部位とかでカットする時とかはこれ使ってます。でロースとか結構脂の強い、あと番がすごくでかいお肉なんかは、これは東次郎さんのプロシリーズの筋引き27センチなんですけど、ちょっと重たい分安定してる、あと絵柄が長い分番がでかいお肉とか切りやすいんで、こういうの時とかはこっち使ったりとか、だいたい僕が使ってるのはこの3種類の包丁になります。まず胴体から始めるんですけど、胴体のここの背骨にピタってくっついてる柔らかいお肉があるんですけど、これがよく牛豚でも出てくる部位、ヒレですね。背骨にこう膜状にくっついてるんで、一回きっかけさえ与えちゃえば簡単に外れちゃいます。こういう感じですね。半身でこれ1本なんで、これのサイズが2本で1等分です。結構希少です。だいたいこの辺りフィレのど真ん中の辺りが要はシャトーブリアンって言われるもう一番柔らかい部位ですね。続いては背骨とあばらをセットで外していく作業になります。人間でいう肋骨のとこですね。こうちょっと外側をなぞるようにで、なるべく中の肉傷つかないようにギリギリの刃先だけでなるべく綺麗に骨を削ぐことと、あとは正確なおかつスピーディーって感じですね。やっぱり解体時間が短いお肉ほど美味しいですね。これ覚えたのがもう3年前ですかね。3、4年前になります。僕も解体を覚えた時なんかはもうとにかく早くなおかつ正確にって言われるんですけど、僕個人のあれなんですけど、やっぱりある程度こう重さウエイトがあった方がブレないんで、両方から攻めることでロースの赤身がそこまで無駄に傷つかずに取れるんで、こういう形になります。でここでロースっていう形でまず切り取ります。ロースっていうのがもう背中のお肉全般のことを指してるみたいで、英語だとローインって言われる部位になります。ロースはもう大体これです。これ全部ロースです。これは全部要はバラになるんですけど、下駄カルビ、中落ちカルビとか言われるところですかね。これが後ろ足です。もう基本的に解体は全部一緒で、骨に沿ってもう骨と肉を外す作業になります。内ももを外します。内側についてるももなので、もうこう内ももなんですけど、でこういうもう骨がもう中に埋まってるのはもう包丁で触りながらもう触診ですよね。感触でこの辺りだっていうのを骨なぞりながら取り出していくって作業になります。で
でももって結構こう部位がはっきりしてるんで、きっかけさえ取っちゃえばもうペローって剥がれていくって感じですね。これ内ももです。ももの中で結構柔らかいところなんで、ステーキ肉としても結構優秀な部位ですね。で大腿骨の面が見えてきたんで、あとはなぞって取り出します。で油がやっぱりつくんで、もうところどころ糸解体するんだったらシャープナー使ってはってギザギザし、細かいギザギザがついてるんですけど、それでグーって切れるようになるんですけど、そこにどんどん油が入っていっちゃって切れなくなっちゃうんで、その油をちょっと落とす作業ですね、シャープナーは。そうすると切れ味ちょっとは戻るんで。あとはこの骨を沿ってこういう形です。これが大腿骨です。これすねです。これが新玉。こうやって取り出すと本当に玉状の形になって、要は足の中の芯の部分にある玉状のお肉から新玉っていう名前ついてるみたいで。続いてはショルダー、前足になります。こっちも骨に沿ってついてる肉があるんで、これをまずこういう感じになります。ここで切っちゃいますね。これが要は僕らネックって呼んでます。首っす。一番こう肉々しいところですね。ネックとか肩周りのお肉なんかは旨味が濃いです。食感が強い分で、肩ロースこれです。羊だと希少部位です。これが肩バラとも言われますね。バラですね、三角バラで。最後この前足の部位は牛だと腕って言われます。肩甲骨です。ミスジ、唐辛子っていう部位と、あとは栗っていうところの部位取れちゃいますね。これで半等分の解体になります。ロース、カルビ、内もも、この3点トップですね。ここが結構一番人気の部位の。じゃあそしたら肉をきれいにする作業、肉磨きとも言われるんですけど、この掃除っていう作業をまずやります。ここのもう焼いても硬くて食べれない膜の部分とか筋とか、あと骨肌ですね。骨と直接くっついてた場所、もうちょっとザラザラするんで、こう削いで骨肌を取ります。もうこれであとはカットするだけです。で厚みはその月齢だったり産地の特徴によって変えます。でラムは比較的どの部位とっても柔らかいんで、柔らかいお肉薄切りよりは厚切りにした方が肉感が楽しめて味わい深くなるんで。でカルビとか脂と赤身の間に筋がちょっとあるんで、ところどころにこう切れ目入れてあげると焼いた時にお肉が丸まんないので、それが反り上がらないようにちょっと切れ目とか入れたりしますね。これ内ももですね。
いう感じになります。はい、完成です。